皆さん、おもちゃにされていますよ。何が起きているのか分かっていますか？かなり遊ばれていますよ。2021年の大統領就任式の日、WHO は、米国 CDC と協議の結果、2つの指示を出しました。新コロの偽陽性を減らすためにです。2020年には、医者や病院、診療所は、新コロの可能性が高いか、推定される場合は新コロと診断するよう、圧力とは言わないまでも推奨されてきました。検査陽性なんて必要なかったわけです。症状は様々で、咳、微熱、息切れなどは、風邪やアレルギーの季節、インフルエンザでもよく見られるものでした。症状だけで診断するのは不適切なのにです。2020年の3月のインフルが激減したのは、それが理由です。就任式の日、WHO は言いました。医者や病院、診療所は、新コロの症状を持つ患者を、症状と検査で確認し、正確に新コロと診断するべきだと言ったのです。そうすれば、多くの症例が排除されるでしょう。咳や微熱があるだけでは、新コロと診断できなくなるからです。陽性反応と症状が一致しなければなりません。他に、WHO が強く推奨しているのは、B ちゃん検査の式値を40、44、45で行うべきではないということです。B ちゃん検査はウイルス性疾患を診断するためのものではないことを理解して、通常使用する範囲に留めるべきです。全く異なる目的で作られたものを、我々は新コロの診断に使ってきたのです。そして悪用してきました。必要以上にサイクルを回しすぎているので、ある研究では、B ちゃん検査の偽陽性が 85% であると推定されています。つまり、1000人が陽性だと報道されても、実際に新コロが体内にいる人は、200人に満たない可能性があるのです。このように、就任式当日には、新コロの症例数を減らすことが保証された、2つの出来事があったのです。これは政治的な動機からですか？政治家を信用できますか？官僚は？カリフォルニア州のニューサム知事によれば、CDC は学校を開放しても良いと言っており、安全を理由に、教師が毒チンを打たなくても良いと言っています。ニューヨークの指導者たちも同様のことを言っています。クモ知事も、今、開放しておかないと、いざ開放するときに何もできない、と言っています。いいですか？私は以前に聞いたことがあります。我々が手の加えられたデータで、喜んでいると、今は、喜んでいる場合ではないですね。このことを1年近く言い続けていますが、アメリカ国民が受けている扱いにはうんざりしています。実際のところ、学校を開放すべきです。今、知事たちは世論に迎合して何かをしようとしているように見えるかもしれません。そして自分の手柄でもないのに自慢して勝ち誇っています。彼らがしたことや起きた損害は起きてはならなかった。ですが起きたんです。就任式の日に。やっとです。クソみたいな診断基準を修正するための案が出されました。新コロの診断基準の修正です。さらにもう一つ、アメリカの総死亡者数に占めるがんと心臓病の割合が顕著に減少しています。がんや心臓病の治療法が見つかったと思うのは不思議ですね。舐められています。ごきげんよう。